高級ステーキ店に行ってお肉が乗っているお皿の代金まで別途請求されたら驚きますよね。それはさすがにびっくりします。ですよね。では、なぜソフトウェア企業は AI というお皿を別料金で請求しようとするのでしょうか。今回の深掘りでは、あなたと一緒にその謎に迫りたいと思います。はい。今回は AI の追加料金を最初から取らないという決断で、超大型契約を劇的に急増させた巨大クラウド企業、サービスナウの26年第一四半期決算資料を徹底的に解剖していきますよ。リスナーのあなたも日々のニュースで AI の話題を見ない日はないと思いますが、SaaS 銘柄における AI 収益化は本物かと気になっていませんか？今回はその答えを探すミッションです。そうですね。SaaS 企業の中で AI の収益化がどこまで現実の数字として現れているのかを見極める上で、サービスナウの今回の決算は絶対に外せない式実になります。バズワードとしての AI ではなくて、実際の利益をどう生み出しているのかですよね。その通りです。一緒に数字の裏側を読み解いていきましょう。ただ、決算の数字を見るのって時々抽象的すぎて頭がフリーズしそうになりますよね。実は最初、サービスナウって名前を耳にしたとき、サービスナウ、つまり今すぐお届けみたいな新しいコンビニのデリバリーサービスかと思いましたよ。資料には AI 関連収益の目標が15億ドルって書いてありましたけど、それっておにぎり何個分ですか？それは便利なサービスですね。ええ。でも今回深掘りするのは IT 運用の裏側を支える巨大なクラウド企業サービスナウの決算資料なんですよ。おにぎりじゃなくて、彼らが売っているのは企業の業務システム、つまりサブスクリプションですね。では、そのサブスクで実際に何が起きたのか、具体的な数字を見てみましょうか。まず驚いたのが、今話題に出た AI 関連収益のランレート目標です。なんと10億ドルから15億ドルへ一気に 50% も上方修正されました。はい、50% の引き上げというのは非常に強気なシグナルです。サブスクリプション売上全体を見ても、36.7 億ドルで前年同期比プラス 22% と、しっかりと2桁成長を維持しています。安定した成長ですね。さらに将来収益の角度を測る指標である CRPO、つまり今後12ヶ月以内に収益化が確定している受注残も 21% 増でした。足元の数字以上に受注の積み上がりが堅調であることが読み取れます。素晴らしい数字に見えますが、資料の中で一つ気になるノイズがありました。中東紛争の影響で大規模案件の遅延が発生し、約 75bps のマイナス影響が出たとあります。中東のお客さんが全員サブスクを解約しちゃったんですか？大ピンチじゃないですか。顧客は減っていないんですよ。はい。でも 75bps というのは売上のたった 0.75% で、オンプレミス特有の計上タイミングがずれただけなんです。タイミングがずれただけなんですね。でもオンプレミス特有のタイミングってどういうことでしょうか？クラウドのサブスクリプションとは違う動きをするということですか？その通りです。クラウドのサブスクリプションであれば、契約が完了した時点で段階的に収益として認識され始めますよね。はい、毎月少しずつ売り上げが立つイメージです。しかし、オンプレミス、つまり顧客の自社サーバーに物理的にシステムを導入するような契約の場合、ソフトウェアや関連機器が実際に納品されて、システムとして稼働するまで売り上げに計上できないという会計上のルールがあるんです。ということは、今回は、中東の地政学的なリスクによって、その物理的なプロセスが一時的に遅延しただけで、契約そのものが消滅したわけではないんです。つまり、クラウド移行が進む他の地域では起きていない、特定の地域と契約形態が絡んだ一時的な問題に過ぎないということですね。CFO も案件は消失したのではなく、タイミングがずれただけだと説明していますし。はい。ですから、この四半期の遅延という一時的な物理的ノイズだけを見て、全体の成長が鈍化したと判断するのは早計と言えそうです。地政学リスクという一時要因に目を奪われると、AI 収益化の加速や CRPO の伸びという彼らの本質的な強さを見落としかねないですね。本当にその通りです。顧客が逃げたわけではないなら、なぜ彼らは AI の目標収益を一気に 50% も引き上げられたのでしょうか。そのヒントは彼らの売り方の裏側にあるようです。ここが非常に興味深いポイントなんですが、AI ネイティブ、ノーサイドカーという設計思想が鍵になっていますね。そうですね。サービスナウは生成 AI 機能である Now アシストを
後付けの別プロダクト、つまりサイドカーのように別売りするのではなくて、プラットフォームの基盤全体に最初から標準装備する方針をとっています。これが AI ネイティブ、ノーサイドカーの思想です。AI をオプションのサイドメニューとして別料金で売らないなんて、外食で言えば高級ステーキにキャビアを無料で乗せるようなものですよね。それ、会社としては大赤字になりませんか？一見損に見えるかもしれません。はい。でも、標準装備にすることで導入の心理的ハードルを下げて、結果的に100万ドル超の顧客が 130% も増えたんです。130% 増。前四半期の伸び率が 40% だったことを考えると、これは急加速ですね。でも、なぜサイドカーだと顧客は嫌がるんでしょうか？単に別料金を払いたくないという以上の理由がありそうです。技術的な摩擦が大きいからです。AI を後付けのサイドカーとして導入する場合、企業は自社の機密データを外部の AI モデルにわざわざ移動させなければなりません。データを外に出すんですね。これにはセキュリティ上のリスクが伴いますし、データの移動によるタイムラグ、つまりレイテンシーも発生します。確かに、セキュリティは企業にとって一番の懸念事項です。しかし、サービスナウのように AI がネイティブに組み込まれていれば、データがすでに存在している安全な環境の中で、そのまま AI を動かすことができます。これが顧客にとって決定的な安心感と使いやすさにつながっているんです。セキュリティと速度の問題を同時に解決しているわけですね。なんか AI が単なる実験から本番の実利用フェーズへ明確に移行している兆候と言えます。ちなみに全体的な株主還元もしっかり行われていて、第一四半期に合計2010万株、約 22.25 億ドル相当の自社株買いを実施していますね。はい。内訳を見ると、市場での通常の買い付けが約 2.25 億ドルで、残りの約20億ドルは加速型自社株買い、いわゆる ASR で実施されています。ASR って確か短期間で一気に買い戻す手法ですよね。金融機関を通じて短期間で大量の自社株を買い戻します。これほどの規模で ASR を行うということは、経営陣が現在の株価は自社の真の価値よりも割安であると強く信じているという市場への強烈なメッセージになります。自信の表れですね。ただし、2025年12月に1対5の株式分割を行っているため、1株当たり利益である EPS の比較などは調整後ベースで冷静に見る必要がある点には注意が必要です。この最初から AI を組み込むという戦略が劇的に当たっているわけですね。全体のサブスク成長率は為替変動の影響を除いた現地通貨ベースで 19% と前期から2ポイント鈍化していますが、これは先ほどの中東案件の遅延が主因です。その一方で500万ドル超の大型新規案件は前年同期の9件から16件へ約 80% も増えています。成長率という表面的なパーセンテージがややどんぶる裏で、案件の大型化と AI シフトが同時に、しかも加速度をつけて進んでいます。変化の方向性はむしろ攻めに触れているんです。ではこの成功を受けて経営陣は次に何を狙っているのか。決算発表での彼らの言葉の変化に本音が隠されていますよね。はい。決算資料の言葉遣いを紐解いていくわけですが、私が読んでいて非常に面白かったのは、彼らが単に便利な AI ツールを提供しようとしているのではなくて、企業の IT 環境全体を支配しようとしているような伏せがあることです。その直感は鋭いですね。今期の資料からは3つの重要なキーワードの変化が読み取れます。1つ目がコンテクストエンジンです。コンテクストエンジン。これは今期初めて前面に出た言葉で、単に生成 AI を提供する企業から22年分の蓄積されたデータ、つまり文脈、コンテクストですね。これを武器にする企業へと自己定義を移していると読めます。つまり、他社には真似できない独自の強みをアピールしているわけですね。はい。顧客が独自の LLM を一から開発する手間をはばからせ、サービスナウのプラットフォームにとどまらせる強いロックイン効果を狙っているのかもしれません。独自の AI を作るよりサービスナウに乗っかった方が早いということですね。そして2つ目のキーワードがエンプロイーワークス。こちらは買収したムーブワークスをブランドとして統合した工場ですね。買収した技術の話がこれから統合するという構想段階からいよいよ実行段階に明確に入ったサインと読めます。そして3つ目が最も強烈な言葉でした。AI コントロールタワー。AI の管制塔です。前期より明らかに強まった表現で、他社の AI エージェントすらも統括する上位プラットフォームとしての立ち位置を宣言していますよね。そうなんです。
空港の管制塔が自社で飛行機を作らなくても全ての飛行機の離着陸をコントロールするように、サービスナウもあらゆる AI モデルに指示を出す立場になるということですか？まさにその通りです。AI の商社は基盤モデルを作る層か、それともアプリ層かという市場の問いに対して、我々はその両方を束ねる管制塔だと宣言していると読めます。管制塔って言葉から想像すると、つまり他社の AI を全部顎で使う超絶マイクロマネージメントな AI 界の鬼上司になろうとしてるってことですか？世界支配の野望ですね。世界支配は少し飛躍しすぎです。はい。でも他社の AI エージェントも統括する上位の管制塔になろうとしていると、決算の言葉の変化からは読めるんです。AI 時代の業務基盤を完全に握るという強気なビジョンですね。しかしそれに対して市場やアナリストたちは手放しで賛同したわけではありませんでした。決算説明会の Q&A での鋭いツッコミを見てみましょう。アナリストからは2つの急所をつく質問が出ましたね。はい、Q&A は経営陣が用意した美しい物語のほころびが出やすい場ですからね。一つ目の急所はモルガン・スタンレーからの競合リスクについての質問です。オープン AI などの強力な AI ラボとの競合関係を正面から問われました。それに対して経営陣は、彼らを競合ではなく供給元と位置づけ、自分たちはそれを統合するオーケストレーターだと主張しました。でもちょっと待ってください。オープン AI をただのサプライヤー扱いするのってめっちゃきつ傲慢じゃないですか？彼らは世界最高の頭脳を持ったモデルを作っているのに、そんな簡単に箱に閉じ込めておけるものですか？いい視点です。だからこそアナリストもそこをついたのです。AI ラボが将来アプリ層に降りてきて直接的な競合になるリスクは十分にあります。ですよね。しかし、経営陣は直接的な防衛策を明言するのではなく、脅威を供給音という自社より下位の概念に改修してみせました。供給元ですか？ええ、AI モデル自体は今後コモディティ化し、誰でも使えるものになる。だからこそ、どのモデルを使うかを指示するオーケストレーターの価値が残るのだ。という巧みな交わし方です。2つ目の急所は、ゴールドマンサックスからの既存のコア製品の価格圧力に関する質問です。AI に予算が集中する中、既存のソフトウェア製品の価格を維持できるのかと問われました。AI が優秀になればなるほど古いシステムのライセンスを減らそうとする顧客も出てくるはずですよね。はい。それに対するマクダーモート CEO の答えは、AI がむしろコア製品の価値を再確認させるというものでした。これも価格維持の具体的な数字や根拠を示すというよりは、論点を価値の再評価へとずらしています。どちらの質問もサービスナウの土台が外部要因で侵食されないかという本質的な問いでしたね。経営陣は具体的な数字での反論よりも立ち位置の再定義で応じました。これは市場が手放しで歓迎しきれなかった理由の一端かもしれません。そうですね。そしてこの決算を踏まえて、次の四半期で私たちが検証すべき重要な仮説があります。経営陣は新規ビジネスの画範が従来のシート課金、つまりユーザーの人数ベースの課金から利用料ベースのトークン課金へと移りつつあると示唆しました。トークン課金ってランチの食券みたいなものですか？ AI に質問するたびにチャリンって食券を入れるなら、僕みたいに無駄な質問ばかりする人は破産しちゃいますよ。仕組みとしてはそれに近いです。はい。でも、ユーザー数ではなく利用量に応じた課金に変われば、AI の利用頻度とともに収益が青天井で伸びる可能性があります。社員数が増えなくても AI への依存度が高まれば高まるほど収益が自動的に上がっていくモデルですね。一方で、先ほど話題に出た中東の遅延案件が第2四半期にしっかり計上されるかどうかも気になります。そうですね。中東情勢の雲行き次第では、第2四半期の売上はガイダンスを上回る晴れ間が見えるか、それとも再び雨となって再遅延や消失のリスクが現実になるか、天気予報のように注視しなければなりません。期待される AI の無限のポテンシャルと、中東案件のような足元の不透明な天気模様。結局、この決算を私たちはどう評価すべきなのでしょうか。全体のまとめに入りましょうか。今回の決算は AI 収益化の実績として15億ドルの目標を掲げ、中長期での成長期待をしっかりと示しました。しかし一方で、買収したアーミス社の売上を除いたオーガニックな通期成長、つまり企業自身の本業での成長の上振れが限定的だった点に、市場は慎重な見方を示しています。買収による売上増を除くと、そこまで劇的な成長ではなかったということですね。はい。実績と期待が
短期のオーガニック成長への懸念と交錯している現状です。なるほど。じゃあ次の四半期には中東の遅延も全部解決してトークンが1兆枚くらい売れてオーガニック成長も 1000% になりますね。それは期待を込めすぎですね。はい。でも短期的には不透明さも残るので、次の四半期で案件解消とトークン課金の進捗を冷静に見極める必要があります。確かにそうですね。結局のところ、サービスナウの真のモートというのは AI モデルそのものの性能ではないんですよね。ほう。外部の AI がどれだけ進化しても、彼らが22年間蓄積した企業固有のコンテキストと日々の業務フローへの密着度合いは簡単には奪えません。彼らが AI の完成島を目指すように、我々自身も日々の業務でただ AI ツールを使われる側になるのではなく、自分自身が完成島に慣れているか見直す必要がありそうです。急にどうしたんですか？すごく的確で鋭いまとめですね。リスナーのあなたにも少し考えてみてほしいんです。AI モデル自体がコモディティ化し、誰でも使えるインフラになっていく中で、あなたの業界において完成島のポジションを握るのは誰になるでしょうか？それともあなたは誰かの供給元として組み込まれてしまうのでしょうか？次回の深掘りまでぜひこの問いを頭の片隅に置いてみてください。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。